東京駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、江戸城を訪ねます。では地図でルートを確認しましょう。現在地がこちら、東京駅丸の内駅前広場です。目的地は歩いてすぐのところにあります江戸城です。非常に広大な敷地が広がっていますが、ここにある水色の範囲は内堀なんですね。実際にはこの外側にさらに外堀がありました。地図を広げてみましょう。東にあるのが隅田川です。そして秋葉原、お茶の水あたりを流れているのが神田川です。これが外堀でした。そして南には虎ノ門という地名が残っていますが、これは江戸城への門があったのでそういう名前がついているわけです。つまり総構えとして考えた場合、相当広い範囲が江戸城だったんですね。今回は内郭の東御苑を中心に見学していきますが、内郭だけでもかなり見どころがあります。では早速向かうことにしましょう。お堀の向こうに早速石垣が見えてきました。今回は特に江戸城の石垣を中心に見ていくことにします。内堀通り沿いにあります和田倉噴水公園です。ここには無料休憩所が併設されておりまして、この中で百名城のスタンプを押すことができます。では大手門から内郭に入ることにしましょう。東御苑へは無料で入ることができます。江戸城は15世紀半ば、太田道灌によって築かれました。時を経て1590年、徳川家康が駿府から江戸に入ります。1603年、江戸幕府開府に伴い拡張を開始しますが、この時他の大名に命じて土木工事を行わせます。これを天下普請と言います。工事の終了が1660年ですから、実に半世紀以上にわたって工事を行っていました。1868年、明治政府に城を明け渡し開城となるまで260年以上にわたり、江戸城は幕府の中枢として機能していました。この同心番所と百人番所を抜けたあたりからですね、石垣のエリアに入っていくんですが、まずは石垣の分類を軽く説明したいと思います。石垣は積み方によって2種類、石の加工によって3種類に分類されます。積み方は横目地を通す布積み、そして通さない乱積みに分類されます。石の加工は自然石をそのまま積んだ野面、角や面を叩いて平たくした打ち込みはぎ、隙間ができないように平面状に加工した切り込みはぎです。さて、関東地方の城にはあまり石垣がありません。石垣で有名なところですと、ここ江戸城以外では神奈川県の小田原城、栃木県の唐沢山城などがありますが、あとはほとんどが土の城です。これはなぜかというと、石垣の石材となる花崗岩や安山岩が関東平野では採掘できなかったからです。代わりに関東地方は関東ロームという火山灰層に覆われていますので、土の城が多くなっているわけです。ではなぜ江戸城に石垣があるのかというと、天下普請といって徳川将軍家が全国の大名に土木工事を行わせたからです。必ずしも地方の大名が自分の領地の石をわざわざ江戸まで運んだわけではないのですが、関東地方に石材がなくても石垣を作ることができたんです。こちらの石垣は横目地が通っていますので布積み、そして切り込みはぎですね。
使われている石も結構大きめですね。石垣の角ですが、長方体の石の長辺と短辺を交互に重ね合わせた三木積みという積み方です。これはおそらく実物の石材でしょうね。石垣は時間が経つと重力でだんだん膨らんできてしまうんですね。それで定期的に積み直す必要があります。ですから石材の入れ替えも行われているんでしょう。石材に細い筋が通っているんですが、これは意匠、つまりデザインです。のみで彫ったものですね。これを化粧と言います。こちらは石材の一部が六角形になっています。亀の甲羅のようなので、これを亀甲積みと言います。変則的な積み方です。二の丸庭園にやってきました。諏訪の茶屋です。11代将軍徳川家斉の時代に創建されました。本丸に向かって歩いています。梅林坂の石垣が非常に特徴的なので見てみましょう。種類の異なる石垣が隣り合っています。天守台です。江戸城の天守は3回建てられましたが、1657年に起きた明暦の大火で焼失した後は再建されませんでした。再建計画はありましたが、火災によって被害を受けた都市の復興を優先し、以降天守が作られることはありませんでした。こちらの石垣もね、実は化粧が施されています。では天守台に登ってみましょう。本丸跡を歩いています。本丸御殿脇にあった石室です。こちらは富士見多門という櫓です。外を見てみますとね、かろうじてお堀が見える程度です。
ここは防衛施設ですのでね、景色が悪いのは仕方ないことです。本丸の南端に位置する富士見櫓です。これは現存しているものですが、関東大震災の時に損壊したため、一旦解体し復元したものです。この柵で囲まれたところが中尺門跡ですね。石垣がかなりデコボコしています。大番所です。ここを抜けますとね、また元の位置に戻ることになるんですが、まだ行ってないところがありましたので、拾っていきたいと思います。本丸への入り口、塩見坂です。右側、高石垣の奥が本丸になっています。そして登っていきますと、おなじみのクランクがあります。本丸展望台がありますので、登ってみましょう。お堀の向こうに見えるのが、今登ってきた塩見坂ですね。前方には丸の内の高層ビルが林立しています。城の北側、平川門から外に出ます。内堀を回り込みますと、見えてくるのが桜田辰巳櫓です。こちらがもう一つの途上口、桔梗門です。桜田門方面に向かって歩いています。おなじみの正門石橋、一般的に言う二重橋ですね。はい、ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。